済んだもんなのだ。今日はイスラエルのニュースを3件サクッと案内するのだ。その前に豆知識なのだ。イスラエルという名前の最古級の実物証拠は紀元前13世紀頃の古代エジプトの碑文メルエンプタハ碑文なのだ。しかもそこでは国じゃなくて人々の集団としてイスラエルが刻まれているのだ。歴史の重みを感じるのだ。そして一押しは3つ目のニュースなのだ。ニューヨークタイムズ紙がイランが核計画の停止とノースクーランのロシア移送に応じる意向と報じたのだ。合わせて国連のグテーレス事務総長がイスラエルのネタニヤフ首相に東エルサレムでのアンルワへの取り締まりは国連憲章違反だと警告したのだ。イスラエルは1月にアンルワの建物を破壊し職員への脅しもあったとされるのだ。ガザへの人道支援を担うアンルワの活動が妨げられれば国連機関の独立性と国際秩序が揺らぐとして対立がさらに深まっているのだ。イスラエルは地中海東岸にある国で首都はエルサレムなのだ。古代からの歴史を持ち1948年に建国されて以来議会制民主主義小トクネセとで運営されているのだ。人口は約900万人で多様な民族や宗教が混ざり合っているのだ。ハイテク産業や農業観光が盛んで文化は宗教的遺跡や料理の多様性が特徴なのだ。現在は安全保障や中東情勢が特に注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。イスラエルはハマスの武装解除を求めるがガザにはそれを強制する国際部隊が存在しないという記事なのだ。イスラエル軍はガザ地区との境界イエローライン沿いにハマスが武器を引き渡すための集積地点を設けたのだ。これはトランプアメリカ大統領が作成した停戦計画第2段階で国際的な安定下部隊にハマスが武装解除される想定なのだ。しかし実際にはガザにはまだその国際部隊が展開しておらず武装解除を強制できる主体がいないのだ。そのためイスラエル軍や国防当局は自国の安全保障よりも停戦計画の体裁が優先されハマスが一部だけ武器を渡して世界を欺くのではないかと強く懸念しているのだ。二つ目のニュースなのだ。イスラエルガザ地区管理委員会の新ロゴでのパレスチナ自治政府の紋章使用に異議という記事なのだ。2月3日国連のグテーレス事務総長がイスラエルのネタニヤフ首相に対し東エルサレムでのアンルワへの締め付けは国連憲章違反だと警告したのだ。イスラエルは1月にアンルワの建物を破壊し職員への脅しも言っているとされるのだ。グテーレス氏はガザや東エルサレムで人道支援を担うアンルワの活動を妨害することは国連機関の独立性と国際秩序を守るという国連憲章の原則に反すると強調したのだ。3つ目のニュースなのだ。イラン核計画の停止とノースクーランのロシア移送に応じる意向ニューヨークタイムズ紙報道という記事なのだ。国連のグテーレス事務総長がイスラエルのネタニヤフ首相に対し東エルサレムでのアンルワへの取り締まりは国連憲章違反だと警告したのだ。イスラエルは1月にアンルワの建物を破壊し職員への脅しもあったとされるのだ。グテーレス氏はガザへの人道支援を担うアンルワの活動を妨げることは国連機関の独立性と国際秩序を損なうと懸念を表明したのだ。これによりイスラエルの対ガザ政策と国際社会との対立が一層深まっているのだ。済んだもんは対立と人道問題の深刻さを受け止め対話と支援が優先されることで平和が広がることを願っているなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知ら
られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。